はい、GD ワインの服部です。今日はね、イタリアの土着品種を楽しむシリーズで、紹介する品種はネグロアマーロですね。ネグロアマーロですけども、場所はイタリアのプーリア州。ちょうどね、イタリアのこのかかとのところにあるね、州ですけれども、そこで主にね、栽培される品種です。で、私もね、結構ネグロアマーロは好きで、特徴はね、やっぱりね、柔らかい果実味と、あとはね、ココアみたいなね、風味が残ります。意外とね、飲みやすい品種だとは思います。で、ネグランマーロなんですけども、どこから来たかというと、ギリシャですね。紀元前7世紀と言われてますから、相当古い古代品種となります。ネグランマーロっていうね、名前ですけれども、ラテン語のニジェールと、それからギリシャ語のね、マーブロというね、この2つが組み合わさってネグロアマーロとなってます。で、このネグロっていうのは黒って意味なんですけれども、これはね、プーリアの方言です。イタリア語では黒はネロなんですけども、プーリアはネグロ。で、苦いっていうのがアマーロなんで、ネグロアマーロってなっています。直訳するとですね、黒いね、ブドウを使った苦い赤ワインということになりますけども、私はこれ苦いとは思ったことはないですけど、どちらにしてもね、そういったワインです。で、今日ね、お持ちしているのは3つなんですけれども、1本目はこちらですね。ワイナリー名はレオーネ・デ・カストリスと言います。で、ここにね、1665って書いてあるんですけど、これなんとね、1665年に創立されたワイナリーということで、プーリア州では最古のワイナリーというふうに言われています。ワイン名がですね、イル・メダリオーネ・ネグロ・アマーロというワイン名です。ヴィンテージは2018年ですね、こちら。はい、2本目はね、こちらです。結構ね、面白いラベルしてますけども、ワイナリー名はフェルロ13ですね。ワイン名がヒップスターのネグロアマーロっていうようなワインです。これヴィンテージ2016です。で、最後のワインはですね、ワイナリー名がフェウディ・ディ・グアニャーノっていうね、ワイナリー名です。ワイン名がですね、メロディ・ベルルート・ネグロアマーロっていう風になってます。このメロディ・ベルルートっていうのは、ベルルートっていうのはですね、これビロードですね。黒いブドウのビロードのようなっていうような実はワインです。で、ヴィンテージがね、2011年で、樹齢がですね、80歳以上ということなので、ちょうどね、古いね、ブドウのね、木を使っています。ちょっとね、これは今日迷ったんですけど、これちょっと別格なんですけど、品種をね、飲み比べるには面白いと思います。こちら最初にはどちらかというと、デイリーワインの価格帯ですし、そういった作り方です。こちらはですね、もうフェルディ・ディ・グアニアーノの、フラッグシップみたいなワインになります。ネグラアマーロのですね、ポテンシャルをね、最大限に引き出したようなワインです。はい。ではね、テイスティングいきます。色はね、そんなに濃くないんですよね。普通の紫ですね。ルビー色ではないですね。はい。1本目からいきます。香りはですね、プラム系の香りしますね。リコリスですね。甘い草のような香りします。アタックはね、ネグラマーロ大体そうなんですけど、アタックはもう柔らかいです。で、果実味はもちろんあるんですけど、それよりもね、なんかこうスモーキーな感じがしますね。で、最後にちょっと黒胡椒みたいな、これは感覚があります。とってもね、飲みやすいですね。はい、2本目いきます。これは特徴出てますね。香りはね、カカオの香りがします。熟したですね、イチゴであるとか、シナモンみたいな香りもしますね。ちょっと甘い香りもします。はい、こちらもね、アタック柔らかくって、果実味はね、赤黒い、プラムとかブラックベリー系の果実味ですね。自然に入ってくるような感じですけど、やっぱり最後の方にね、ちょっとビターなチョコレートみたいな、これが苦いっていうことなんですかね。アマーロって。であれば、苦いって感じますね。先ほど最初の方で感じないって言いましたけど、確かに苦いですね。ビターチョコの苦さですね。なるほど。はい、3本目ですね。フェルディ・ディ・グアニャーノのこのワインは、全然違います。香りはですね、カカオとですね、干しぶどうですね。こちらの香りが強くします。作り方がちょっと要因してるかもしれませんけど、陰干しをしてるんですね、ぶどう。なので、こういった甘さとか深いですね、こういった香りがしますね。
これワイン名がベルルートなんですけども、ネーロディベルルートっていうね、ビロードのような舌触り。つまり、舌の上をですね、本当に滑らかにこうスーッと入っていくようなアタックですね。果実味はですね、プラムとかブラックベリー系の熟した果実味ですね。あとこれやっぱりチョコレートの苦味を感じますね。先ほど言いましたが、だからネグロアンマーロでしょうか。であれば非常にわかりやすいですね。はい。ちょっとね、最後の一本は正直別格の風格を持ってますけど、ネグロアンマーロのですね、特徴的な部分っていうのはやっぱり出てると思います。柔らかい感じとスムーズに入ってくるんですね。で、カカオ。で、果実味よりかはどちらかというとスモーキーさであるとか、さっきのカカオの要因ですとか、そういった方がね、広がります。とってもね、今日3本面白かったですし、アマーロンのね、由来もやっと私なりに理解しましたので、それは良かったかなと思います。それでは失礼いたします。はい、GG ワインの服部です。今日はね、ありがとうございました。今日はイタリアの土着品種ということで、ネグロアマーロっていうね、これプーリア種の土着品種ですけれども、これ特徴的です。カカオを感じますし、最後の苦味はダークチョコということで、特徴的なね、ブドウ品種だと思います。値段的には手頃で手に入りますので、ぜひ試してみてください。これはね、他の黒ブドウではない感覚があります。他にもね、こういったね、動画アップしてますので、チェックしてみてください。それでは失礼いたします。